どうもカッツンです。今回は2020年も残りわずかということで、今年作ったガンプラを一挙に公開したいと思います。まあ言うほど数は作れてないんですけどね。それでは行ってみましょう。一つ目はハイレゾリューションモデルから100分の1ゴッドガンダムです。こちらのキットは無改造で塗装の練習用に色だけ塗ったものです。この一つ前に作ったキットからグラデーション塗装、いわゆるマックス塗りを始めたのですが、やらないと忘れそうなので練習がてらといったところです。かなりマッシブというかマッチョな造形になっていて、格闘戦を行うこの機体のアレンジとしてはかなりかっこいいです。ポージングがしやすいように足の裏にラバーシートが貼ってあるんですが、それでもバランスを取るのは難しいです。最後にハイパーモードのゴッドフィンガー、コテの部分が前面に展開してクリアパーツのゴッドフィンガーを包み込む状態がとてもかっこいいです。次はマスターグレードプロビデンスガンダム、機動戦士ガンダムシードに登場するラスボス機体です。こちらはマスターグレードをどれだけ早く簡単にかっこよく作れるかといったチャレンジをしてみたものです。開封から完成までは8日間、1週間には間に合いませんでしたが、かなりスピーディーに作れたと思います。改造は胸のパイプのゴム部分をメタルパーツのスプリングに変更、各所にエバーグリーンのプラ棒を切り出したものを貼るだけの簡単仕上げ。塗装はいつものグラデーション塗装で、最後にブルーのパールを吹いています。写真だと伝わりにくいのが難点ですね。背中のザフトのデカールがかなりお気に入りです。色を暗めに設定して起動のシーンを真似してみました。3個目は HGUC からムーンガンダムの主役機ムーンガンダムです。まあちょっとマイナーな機体ですが、サザビーにつながる機体ということで各所にサザビー感がありますね。このガンプラは HG でありながらかなりのクオリティであることも特徴の一つです。各所に散りばめられたディテールやパーツの分割の工夫などがそれを物語っています。こちらも簡単仕上げ。ポイントポイントにエバーグリーンのプラ棒を切って貼っているだけの簡単ディテールアップ。塗装はグラデーション塗装をしています。黒の後に紫、青、白と塗り重ねていくことで独特な青みがかった色合いになりました。そしてムーンガンダムの特徴といえば、背面にある月の形のサイコプレートですが、こちらには赤のホロシールを貼っています。4つ目は機動戦士ガンダム00のファーストシーズンの機体からマスターグレードガンダムキュリオスです。通称羽付きと呼ばれていた足に羽がついていて飛行形態に変形するのが特徴の機体です。00シリーズのガンプラは独特なラメが入った半透明の樹脂部分があって華やかな印象なのが特徴ですね。このガンプラから塗料をラッカー系から水性塗料のファレホに変更しました。家庭の事情ってやつですね。なので思うように塗装ができていなかったということがあります。塗料を変更してすぐはグラデーション塗装がうまくいかなかった思い出があります。またこの辺りからラピーテープを細かく切って貼るのがマイブームとなりました。赤と緑のラピーテープがいいアクセントになるんです。最後に飛行形態への変形ギミックもきちんと再現されていますね。5つ目は機動戦士ガンダム00のファーストシーズンの機体からマスターグレードガンダムデュナメスです。
ガンダムキュリオスの1年くらい前に発売されたキットですが、組む時間がなくて積まれていました。キュリオスを作ったことで制作意欲が湧いたキットですね。いつものように簡単改造、グラデーション塗装仕上げ、緑の部分は2色で塗り分けています。劇中に登場した GN フルシールドや GN スナイパーライフルも付属してかっこいいですね。シールドの展開もきちんと再現されています。このシールドの赤い部分もラピーテープを使用しています。かなりキラキラして我ながらかっこいいです。6つ目は同じく機動戦士ガンダム00のファーストシーズンからマスターグレードガンダムエクシアです。前の2つを作ったからということは言わずもがなですね。デュナメス、キュリオスと比べると昔に発売されたキットなので作りにくいところがありました。また足の部分がフォージングはしやすいのですが、ややバランスを取るのが難しいですし、 GN ソードとシールドがちょっと大きいかなという印象があります。バージョン 2.0 が発売されることを期待してしまいます。こちらもいつもの簡単改造グラデーション仕上げ。7個目は HGBD-R144 分の1ガンダムトライエイジマグナム。ビルドダイバーズリライズでチャンピオンが操る機体ですね。特徴はクリアパーツのマントと巨大なビームサーベル。マントをつけた後ろ姿がかっこいいですね。こちらもプラ棒を切って貼るだけの簡単ディテールアップ。ちょっとだけカラーリングを変更していて、紺色の部分をブルーに、グリーンのクリアパーツをクリアブルーに変えています。8個目は機動戦士ガンダム00ファーストシーズンの機体ガンダムバーチェです。当時マスターグレードガンダムバーチェは発売されていませんから、 MG ガンダムデュナメスをベースに100分の1バーチェをミキシングして作成しました。マスターグレードバーチェが発表されたので発売が待ち遠しいですね。2週間くらいでできるかと思いましたが2ヶ月かかってしまいました。他の3体がマスターグレードなので、マスターグレードのクオリティに負けないように各所にディテールを追加しています。もちろん階層をパージしてナドレにもなります。ミキシングでのパージ機構には一部ネオジム磁石を使用して強度が出るようにしています。これでファーストシーズンの機体が4体揃いましたので、4機揃ったものをパシャリ。9個目は機動戦士ガンダム F91 からマスターグレードガンダム F91 バージョン 2.0 です。このガンプラは実は2回目の制作で、今回は依頼制作となります。前回作成した時は ABS パーツの強度問題に結構悩まされたりしたので、一部パーツを分けてネオジム磁石で後付けするようにしています。背中に背負っている BSBR はもちろん劇中のように展開して腰の位置に移動することができます。この塗装ではグラデーションの中間色にブルーを入れることで青白い機体カラーにしています。10個目は同じく機動戦士ガンダム F91 からリ100シリーズビギナギナです。 F91 とのセットで依頼があったので F91 と対になるように制作しました。塗装はグラデーションの中間色に紫を入れて薄い紫の機体カラーにしています。セットである F91 と並べてみました。リ100シリーズはマスターグレードと比べても見た目に遜色ないですね。その分塗り分けは大変ですけども。
最後11個目はガンダムビルドファイターズガイデンからアメイジングストライクフリーダムガンダムです。今回はカラーを変更してダークな印象にしてみました。赤い間接色はメタリックカラーの上からクリアレッドを吹いたのですが、思ったより発色せずにピンクっぽくなってしまいました。フルバーストモードも健在で、通常のストライクフリーダムとはまた違ったかっこよさがありますね。以上11個が今年完成したガンプラでした。お気に入りのものはありましたか？最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録がまだの方は登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。